このチャンネルでは普段外国人にはあまり知られていない中国の面白い場所や文化を旅行動画という形でお届けしていますが、今回は日本帰国動画です。中国に住んで通算6年、オランダに2年を含めると海外暮らしがもう8年になります。日本に帰る機会は1年に1回ぐらいですが、コロナの間など 2,3 年帰らないということも。日本の現在というのがどういう感じなのかあまりわからなくなっています。海外に住んでいる人間が久しぶりに日本に帰るとどんなことを感じるのか、この動画では旅行がてらお届けしようと思います。ちょっと浦島太郎みたいな気持ちも。今回の目的地は北海道の札幌。ちなみに来るのは生まれて初めてです。嘘でしょ。帰りだお。ニセコに帰りだがあるの？自販機。新千歳空港について喉が渇いたので、久しぶりに懐かしい日本の自販機を利用してみました。中国はそもそも自販機を日本ほどたくさん見かけませんが、ある場合でもほぼ全部スマホ決済。日本の自販機は現金、交通カード、クレジットカード、それからスマホと幅広い決済方法に対応するために、その分コストがかかっているでしょう。それにもかかわらず至る所に自販機があるのですから、日本はやはり便利な国だと思います。自販機の話題ついでに、札幌市内に着くとさらに豊富なものが。駅弁はまだわかりますが、ニューエラの帽子の自販機まで。なんで？空港。ついでに新千歳空港の様子をもう少しお届けしましょう。北海道といえば大自然と動物なのでしょうか。こういったぬいぐるみたちがかわいい。他に何が言えるでしょう。空港の作りといったものはどこの国も似たり寄ったりで、上海の空港もこんな感じです。しかし日本の方が商業施設やレストランが充実していると思います。思わず手にはメロングマのキーホルダーが。正確な値段は忘れましたが、1000円以上確かしました。結構なお値段ですね。出発した際の上海プートンでは、空港で食べられるものはこれぐらいだよなと言ったら失礼かもしれませんが、選択肢が限られていました。でも新千歳は違います。ラーメンの店ばかり集まっているこの空間などを、わざわざ空港に来てまで食べたいと思うようなレストラン街が広がります。北海道1食目。具大盛りの時価っていくらぐらいなんですか？今日ですね、具大盛りで8250円でございます。8250円。はいわかりました。新千歳空港限定です。ちなみにウニいくら？ウニのこのやつね。ウニ丼具大盛りいくらって聞いたんですけど、時価なんですね。8000いくらでしたね。この親子と他人の欲張り丼を頼みました。すごい名前。北海道の海鮮はやはりその名の通り美味しいのでしょうか。ホタテからいく？大セベン。わさびとわさび醤油でしょ。正直に言うと、北海道だから特別美味しいというほどにも感じず、まあ普通だよねと思っちゃうのは贅沢な舌なのか。ホテルはここ。チェーンのホテルで中ぐらいの価格帯。おお、すごい綺麗ですよね。やっぱり綺麗です。こういうちゃんとベッド。おお、これコーヒーがあるのが嬉しいよね。中国ではあまりないです。でもまあ本当に高いところだったらわかんないです。テレビ。あ、金庫がある。冷蔵庫もある。海外のホテルと異なるのは、どんな価格帯でも室内に浴槽があること。そしてこういう入浴剤まで置いてあります。至れり尽くせりで居心地がいい。中国のホテルはこういったサービスは高価格帯のホテルでないと期待できないものの、その代わり安いホテルでも部屋が大きいことが多いです。日本のホテルは狭い。しかしその狭さの中で最大限居心地がいいようになっています。ちなみに札幌のホテルはシーズンではかなり高い模様。8月20日から23日まで3泊で 3479.57 元。現在のレートで日本円 77,742.47 円。つまり1泊約26,000円。写真熱。
中国で観光していて私が気楽に感じるのはいい意味でみんな周りのことを気にしないことです。例えば観光スポットで自撮りに時間をかけていると周りに迷惑じゃなかろうかといった意識が働いて落ち着かないでしょう。中国ではそういった意識を働かせなくても良くなる。というのは一番いい写真スポットの前には行列ができていて順番が回ってきたら十分時間を使ってもいいのです。待ったのだからそれは自分の時間。それからそういう写真熱にこうして観光地では写真を撮りませんか、1枚10元ですといった宣伝をよく見かけます。日本ではこれはないのでしょうか。少なくともこの札幌のランドマークの交差点では見られませんでした。そんな営業をすると瞬く間におまわりさんにしょっぴかれるのかもしれないし、またそういった零細なビジネスをしようという人間自体がいないのかもしれません。それではついでに札幌の夜景をつらつらお届けしましょう。ここはたぬき工事商店街、アーケード商店街というのはとても日本らしい風景に感じます。パリのパサージュなど西欧由来の部分も多分にあるでしょうが、あちらが大きな建物の一部の通り抜けられる通路というのに対し、日本は独立の建物からできた商店街にただ屋根がついている、場合によってはかなり長くて途中で交差点があったり、ちなみに中国ではこういった空間は知る限りありません。どなたかご存知なら教えてください。帰るか。帰りましょう。どこに帰るんや。ホテルに帰ります。ビールと焼肉。中国のビールといえば青島ビールが有名。じゃあ日本のビールといえば言わずもがな札幌でしょう。ここは札幌ビール園。札幌駅から約 1.6 キロと札幌の中心地から遠くない場所にあります。園内にはビール博物館のほか、ジンギスカンと一緒にビールを楽しめるレストランが4つあります。今回はその中の顔ともいえる開拓士館に入りました。残念ながら外装工事中だったようで、見た目はこのように白いシートがかけられていましたが、普通の日だったら綺麗な赤レンガの建物だったのでしょう。ところで札幌ビール園はとても人気があるので予約をした方がいいということ。実際私が入店した際には前にいたお客さんが予約がなかったので入店をお断りされていました。それはともあれビールとジンギスカンをいただきましょう。せっかくなので食べ放題を選びました。基本の食べ放題で4300円。もう少しお金を出せばお肉や野菜の種類が増えていきます。合わせて頼んだのがプレミアム飲み放題で2700円。食べ放題とセットで少し割引があったような気もしますが覚えていません。飲み放題をプレミアムにした理由はこのビール園限定のドリンク札幌5スターが飲みたかったから。ホールスタッフが最初にメニューと注文の仕方について説明をしてくれますが、その後は自分で勝手にタブレットから注文することができます。ホールにはこの面白い配膳ロボットも。ちなみに中国はスマホでメニューを見て直接注文という店が多く、何もかも自分の持っているスマホで解決するのに対して日本は同じデジタル製品を使うにしてもお店の用意したタブレットを使ってもらうというのに違いがあります。自分がもし経営者だとしたらデジタル注文は確かに便利だけどスマホ注文ってお客さんの設備に頼るというのはなんだかダメじゃないと思ってやはり店のタブレットを使うという結論になる気がするので、これは自分がやはり日本人であるということなのでしょうか。ところで札幌滞在中にもう一軒ジンギスカンのお店に行きました。ここはいただきますというお店。平日の夕方でしたが店は満席で大人気。この形の鍋もだんだん見慣れてきました。周りで焼くお野菜、肉に集中しているといつの間にか焦げていっちゃいますね。
北海道に来る前はジンギスカンといえば北海道産の羊なのだろうと思っていましたが、ニュージーランドの羊肉もよく使われているようですね。何これ、やってんのかこれ、どういう感じ、めっちゃ暗いんだけど。日本酒、飲食についてもう少し。日本に戻ってきて飲みたいのはやはり日本酒。これ飲み放題の日本酒って全部北海道のやつなんですね。はい、すべて北海道の日本酒でご用意しております。海外に住んでいて一番懐かしいのがこれかもしれません。この居酒屋は北海道産の日本酒をはじめビールや焼酎などが含まれた飲み放題が確か2000円だか3000円だか数字は忘れてしまいました。日本らしいおつまみメニューと一緒に日本酒が進みます。気がつけば飲み放題にあった北海道産の日本酒を全部飲んでしまっていました。ちなみにおつまみにあったこの白いトウモロコシ、ピュアホワイト、甘くて信じられない美味しさでした。こんなんですよ。まあ本当に白いしね。何これめっちゃうまい。カレー。日本人はカレーが好き。伝統的和食はスパイスを使わないというのになぜでしょうか。中国の人は日本のカレーは好きだけどインドのカレーはあまりといった人も結構いるみたいです。何はともあれ北海道といえばスープカレーが有名ですが、私が今回試したこのお店は普通のカレー。この店って何年ぐらいやってるんですか？今年で12年目ですね。12年目ですか？なんかスープカレーが有名じゃないですか、札幌って。札幌じゃないですね。札幌じゃない。札幌の方じゃないですか？僕違います。うちはもともとスープカレー屋ですけど、はいはいはい。11年目前からルートスパイスカレーのお店です。そうなんですか。はい。普通のカレーといってもバーモントカレーみたいなご家庭の味のああいうカレーではなく、スパイスがしっかりした、しかしかといってインドカレーとは違うよなといった真剣に分類を考えるとやや困惑するような感じのこのカレー。店の入り口で食券を買い、店内にかかったテレビを見ながらカレーを食べる、日本らしい光景ではないでしょうか。サンドイッチ。中国に暮らしていて恋しくなるものに日本のサンドイッチがあります。ところで札幌市内どこに行こうかなと Google マップを見ていると、サンドイッチ24時間営業のお店なんてのがあるじゃありませんか。試しに夜8時頃に行ってみると列が。これは本当に24時間やってるんだな。カウンターのガラスの後ろにはずらりとありとあらゆる種類のサンドイッチが並んでいます。中では黙々とスタッフさんがサンドイッチを製作中。日本のサンドイッチといえばソースカツ、ふわふわの卵サンドやクリーム小豆などの独特のあん、パンパンに膨れたサンドイッチにかぶりつくと何とも言えない幸せな気持ちになりますね。甘いもの。日本に来ると空港やスーパーなどきれいな箱に入ったお菓子がたくさんあって、あれは何だろうな、何のためにあるのだろうなどとバカなことを。もちろんお土産という文化があるので、あそこまで多様なお菓子が売られているのでしょう。ここは赤レンガ庁舎、堂々たる立派な建物です。札幌の真ん中にありながら緑に覆われ、市民やカラスの憩いの場でもあるようです。この建物の中には白い恋人のお店が。私は甘党ではありませんが、みんながこの赤レンガサンドなるものを手にしていたのでつい買ってみる気に。飲み物も必要ですから、このコーヒーも。北海道といえば乳製品、雪印パーラー本店にも足を運んでみました。スノーロイヤルという皇室ゆかりのアイスを使ったパフェが人気。雪印パーラー本店、ちなみに随分地味な店構えですね。市場。
新しい街を訪れる楽しみの一つが市場を覗くこと。これまで中国で活気のある市場をいくつも訪れてきましたが、日本の市場はどうでしょうか。ここは札幌の一番有名な市場、二条市場。朝から観光客が海鮮丼を食べに、店の前には行列が。市場の外観はこんな感じで、静かで整然とした周囲に調和してあくまでも穏やか。でも市場ですから、メロンやカニなどいかにもといった品をはじめとしていろいろ見てるだけで楽しめます。あまり大きくはない市場ですが、外側だけでなく内部にもこのように空間が。近所の可愛いハトさんもやってきました。さて、せっかくやってきたので私も何か朝ごはんを。海鮮丼は空港で食べたので、ここではホッケ定食を。市場自体はそこまで観光客でごった返しといったほどでもありませんが、ほとんどのお店の前には行列が。ようやく順番が回ってきて、狭いカウンター席だけの店内はもちろん満席。目の前で魚が手際よく焼かれていきます。いよいよ自分のホッケ定食が。カニのお味噌汁も一緒に頼みました。大根おろしに醤油、懐かしい味ですね。北海道大学植物園。さて、こうやって食べ物飲み物ばかりの話をしているのもなんですから、腹ごなしに散歩でもしましょう。ここは北海道大学植物園。札幌の真ん中で、かつてのこの地の原生林に少し思いを馳せることができる場所です。あれ、リスいたんだよ、さっき。この肥沃ヒバのところにね、さっきリスがいたよ。どこ行った？一瞬で消えた。ああ、リスが走ってる。ドイツ逃避。中に入ると都会の喧騒から離れて別世界。針葉樹の森にはカメラには収めることができませんでしたが、すばしっこいリスの姿も。敷地は広く、花と木の名前を確かめたりしながらのんびり歩いていると、植物学者って偉いものだなぁとつくづく思います。植物学者もそうですが、動物学者ももちろん。園内にはこんな可愛らしい西洋風の木の家があって、中には動物の剥製がずらり。クマやオオカミ、アザラシ、フクロウなど北海道の動物たちが勢ぞろい。建物の中は小さいですが、これだけ標本が揃っていると圧巻です。季節が良くなかったのか、天気が微妙なせいか、花はそれほど綺麗に撮れませんでしたが、最後にお花畑の映像でもどうぞ。入り口に注意喚起のあったカラスもいました。ちなみにこの種類のカラス、中国で見たことがありません。全く住んでいないかどうかは分かりませんけれど。モエレ沼公園。札幌の中心地はもう分かりましたから、それでは郊外はどうでしょうか。ここはモエレ沼公園。札幌市街からバスで小1時間ほどの距離にある巨大な公園です。かの高名なイサム・ノグチがデザインしたという公園は、ピラミッドがテーマ。いろいろな面白い形の建造物が。ここは何だろうと思って入ってみると、中はトイレ、和式でした。1982年に着工、2005年にグランドオープンとのことですが、当時はまだしゃがみ込む式が幅を利かせていたのでしょうか。当時といっても着工からオープンまで時間が経っていますから、どのタイミングでこのトイレが作られたかにもよりますね。さて、ちょうど夕日が差していくようです。このもみの木畑みたいなメルヘンチックな坂を通りまして、上に登ると周囲を360度眺めることができます。
向こうに野球場がありますね。日本らしい光景です。いやはや広くて綺麗な公園です。広大な平野のある場所でないと作れませんね。バスと電車。今回日本に戻ってきて一番驚いたのがこちら。Google マップでバスを検索すると予測時刻が出てくるのですが、それが実に正確なのです。それからバスから乗客が降りるときに運転手さんがありがとうございましたというのにも驚きました。乗客もまた軽く頭を下げて降りていきます。礼儀正しい人々ですね。今6時53分でね、 Google マップによると7時13分にバスが来ます。北海道ね、夏結構早いんですね。日の入りもう6時53分でもうかなり暗い。燃れ沼公園からの帰りのバス、夜の田舎道で本当にバスが来るのって半信半疑でしたが、ちゃんと時刻通りに来ました。恐るべし。お次のこれは地下鉄の階段。健康に向かってホップステップと書いてあります。駆け込みは危険。乗ったら止まる。久しぶりに帰るとこういうのをいちいち読んでしまいます。ちなみに日本は駅も電車の中も広告だらけ。オランダに住んでいた時は広告がないので随分違うなと思った記憶があります。中国は大陸は広告はありますが日本ほどではなく、香港は日本と同じぐらいといった印象です。青々札幌。さて今回の札幌旅行、この奇妙な場所からお別れを告げることにしましょう。ここは青々札幌。札幌市街の中心地にある都市型水族館です。チケットは大人2200円、子供1100円、幼児200円。幼児は3歳以上で3歳未満は無料だというので、お子さん連れに優しい作りです。館内はビルの4階、5階、6階にまたがっていまして、まず4階に入ると明るい照明の中、水族館とは何ぞやといった教育的な展示が。それから5階に進みますと、この芸術的な水槽が。水槽で作られた絵画のようであり、しかし中の魚が動くのですから映画といった方が正確かもしれません。照明は暗く、その分怪しく輝く水槽に訪問客の目は吸い付けられます。中にはただ魚が泳いでいるだけなのですが、どれだけ見ても飽きません。それから6階が目玉で、つまりペンギンがいます。札幌の真ん中にペンギンがいるのです。このペンギンたちは自分が札幌にいるということを知っているのでしょうか。彼らにとってはどうでもいい情報かもしれませんね。それでは今回の旅いかがでしたでしょうか。海外に住んでいる人間が久しぶりに日本に帰るとどんなことを思うのかについて話すというふうに始めましたが、だんだん普通の札幌観光になっていきました。それではこのペンギンさんたちの鳴き声と綺麗なクラゲの映像とともに、このささやかな動画に別れを告げることにしましょう。次回もよろしく。